こんにちは。今日はグッドライフ幸せになるのに遅すぎることはないという本をご紹介します。この本は人生のどのタイミングでも私たちが幸福を追求し手に入れることができるというメッセージを強く伝えてくれます。タイトルにもあるように遅すぎることはないという言葉は多くの人にとって勇気を与え希望を持たせてくれるフレーズです。特に年齢や過去の失敗にとらわれがちな現代の読者にとって今からでも幸福を目指せるという考え方は非常に魅力的です。まずこの本の基本的なテーマについてお話ししましょう。この本が語るのは幸福は偶然得られるものではなく日々の選択や意識的な行動によって積み上げられるものであるということです。多くの人がいつか幸せになれる条件が整えば幸福になれると思いがちですが、この本ではその考えを根本から覆します。幸福はどんなに困難な状況にあっても自分で作り出すものだという視点が貫かれています。特に印象的なのは著者が幸福の遅延を問題視している点です。私たちは多くの場合幸せを先送りにしてしまいます。もっとお金が貯まったら、理想の仕事に就いたら、結婚したらといった条件を自分に課し、その条件が整わない限り自分は幸せにはなれないと思い込んでしまうのです。しかし著者はこうした条件付きの幸福論から脱却し、今すぐにでも幸せを感じる方法があると提案しています。ではどのようにして今すぐにでも幸せを感じることができるのか。この本ではいくつかの具体的なステップが紹介されています。その一つがマインドフルネスです。マインドフルネスとは今この瞬間に意識を向け、現在の自分の状態を冷静に観察することです。現代社会では多くの人が過去の出来事や未来の不安にとらわれており、今この瞬間を十分に感じ取ることができていません。この本はマインドフルネスを実践することで心を今に集中させ、感謝や喜びを感じる力を高める方法を教えてくれます。また幸福感を高めるためのもう一つの大きな要素が自己需要です。多くの人は自分を他人と比較したり、理想の自分像に届かないことで不満を感じたりします。しかしこの本ではありのままの自分を受け入れることの大切さが強調されています。自分の過去の失敗や欠点を否定するのではなく、それをそのまま認めて、そこからどうやって成長するかが鍵となるのです。幸福とは完璧な自分になることではなく、不完全な自分を愛し成長し続ける過程にあるというメッセージがこの本の根幹にあります。次にこの本が強調するもう一つの重要なテーマは感謝の力です。私たちが日常の中で見過ごしてしまいがちな小さな幸せや周りの人々から受け取っているサポートに感謝の気持ちを持つことで幸福感が大きく変わると説いています。感謝は幸福感を増幅させる最も簡単な方法の一つです。なぜなら感謝の気持ちを持つことで今持っているものや得られている機会に対してポジティブな視点を持つことができ、心が豊かになるからです。感謝は単に礼儀として行うものではなく、意識的に自分の中で育てるべき感情です。この本では日々の生活の中で感謝を感じるための習慣づくりについても触れられています。例えば毎晩寝る前にその日感謝できる出来事を3つ書き出すといった簡単な方法が紹介されています。このシンプルな習慣が日々の生活における小さな幸せを見つける力を鍛え、結果として幸福感を増大させていくというのです。さらに本書の中で特に興味深いのは成長志向の考え方です。多くの自己啓発本や幸福に関する本が現状を維持することに焦点を当てがちですが、この本では成長こそが幸福の根源であると述べています。つまり人は成長し続けることで人生に意味を見出し充実感を感じることができるのです。年齢や状況に関係なく新しいことに挑戦し自分を磨き続けることで日々の生活に幸福感が生まれるという理論です。ここで重要なのは成長とは必ずしも大きな変革や成功を意味するわけではないという点です。小さな進歩や少しずつの変化でもそれが積み重なることで大きな達成感や自己肯定感を生み出します。この本では成長を日常的な習慣に取り入れるための具体的な方法も紹介されています。視聴者の皆さんも自分自身の成長のために小さな一歩を踏み出してみることが幸せへの近道となるかもしれません。またこの本が強く訴えているのは他者とのつながりの重要性です。現代社会ではデジタル化や個人主義が進む中で孤独感や孤立感を感じる人が増えています。しかし幸福感を高めるためには他者とのつながりが不可欠です。この本では家族や友人、同僚など周囲の人々との関係を深めることが幸福感を大きく左右する要因であると強調しています。
このつながりは単に一緒に時間を過ごすことだけではなく、感情的なサポートや共感を通じて築かれるものです。著者は深い人間関係を築くための具体的な方法やコミュニケーションの質を高めるためのアプローチも紹介しています。現代の忙しい生活の中で意識的に他者とのつながりを強化することが長期的な幸福につながるとされています。続いて、この本が強調する幸せのための習慣化について話を進めていきます。幸福というのは瞬間的な感情だけではなく、日々の行動や習慣から生まれるものです。著者は幸福を持続させるためには日常生活における小さな習慣が重要だとしています。この小さな習慣が積み重なって大きな幸福感へとつながるという視点が本書全体を貫いています。例えば朝のルーティンを見直すことが幸福感を高めるための鍵になると述べられています。多くの成功者や幸福を感じている人々が朝の時間をうまく活用しているという共通点があります。著者も朝のルーティンを通じてポジティブな気持ちを育み、心を整えることの大切さを強調しています。具体的には、瞑想や軽い運動、感謝のリスト作成などを朝の習慣に取り入れることで、日々の幸福感が格段に向上するというのです。さらに、この本の中で提案されているもう一つの重要な習慣が自己反省です。自己反省とは、日々の生活の中で自分の行動や思考を振り返り、そこから学ぶプロセスです。多くの人は、忙しい生活の中で反省や内省をする時間を持たずに過ごしてしまいますが、この本では定期的に自分を振り返ることが幸福感を保つために欠かせない要素だとされています。自己反省をすることで自分がどこでストレスを感じ、どのようなことに喜びを感じるのかをより深く理解することができます。これによって不要なストレスを減らし、喜びを最大限に引き出す生活が可能になるのです。また、自己反省は成長志向の一部でもあります。反省を通じて自分の成長点を見つけ、それに向けて小さな改善を続けていくことが長期的な幸福につながるという考え方です。さて、ここで重要なのは、これらの習慣が決して難しいものではないということです。この本が教えてくれる幸福への道筋は、特別な才能や大きな努力を必要とするものではなく、誰でも実践できる小さなステップを積み重ねることが大切だというメッセージが込められています。視聴者の皆さんも、日々の生活の中で取り入れられる小さな習慣を見つけてみてください。きっと、その積み重ねが大きな幸福感へとつながるでしょう。さらに、著者が強調するのは、他者への貢献です。幸福は自分だけで完結するものではなく、他者との関わり合いの中で育まれるものだとしています。他者に手を差し伸べることで、私たちは自己価値を感じ、人生に意味を見出すことができるのです。例えば、困っている人を助ける、誰かに感謝の言葉をかける、日常的に思いやりの行動をとるといった小さなことでも、私たちの幸福感を高める効果があるとされています。また、この本では、ギバー与える人の考え方も紹介されています。ギバーとは、周りの人々に惜しみなく与える行動をとる人のことを指します。ギバーは、単に物質的なものを与えるだけでなく、時間や気持ち、サポートなど、様々な形で他者に貢献します。そして、驚くべきことに、こうしたギバーの行動が、結果的に自分自身の幸福感や成功を引き寄せるというのです。他者への貢献が自分に返ってくるという考え方は、この本の重要なメッセージの一つです。もう一つの視点として、挑戦することの喜びが挙げられます。幸福感を得るためには、単に安定した生活を送るだけでなく、新しい挑戦を続けることが大切です。新しいことに挑戦することで、私たちは成長し、達成感を感じることができます。この本では、小さな挑戦を日常的に取り入れることが勧められています。新しい趣味を始める、学びたい分野に挑戦する、職場で新たなプロジェクトに取り組むなど、どんなことでも構いません。挑戦すること自体が、幸福感を高める要素になるのです。最後に、著者は時間の使い方についても重要視しています。時間は有限であり、どのように使うかが、私たちの幸福感に大きな影響を与えます。この本では、時間を意識的に使うことが提案されており、特に大切な人との時間、自分の成長のための時間を優先することが勧められています。無駄な時間を削り、本当に価値のあることに時間を使うことで、人生の充実感が大きく変わるのです。以上が、この本グッドライフ幸せになるのに、遅すぎることはないの内容です。この本は、どんな年齢や状況にあっても、今すぐにでも幸せを感じ、豊かな人生を送るための実践的なアドバイスが詰まった一冊です。視聴者の皆さんも、ぜひこの本を手に取って、幸せを実現するための一歩を踏み出してみてください。興味を持たれた方は、下のリンクから本を購入できます。次回の動画もお楽しみに。